皆さんこんにちは。いつも動画をご視聴くださりありがとうございます。今回は変わり飛車門亀甲の刺し子付近を制作していきます。今回で2回目の動画になります。よろしくお願いいたします。今日の動画はもうやるところがもうピンポイントで決まってます。今ね、こう見ていただいているこちらの紙に書いている変わり飛車門亀甲の模様をこちらのさらし、下準備が済んでいるさらし、こちらに移すまでの過程を沿っていこうと思っています。いやー、できるかなどうかな何回かさらしに書いていくっていうのは、今までもやってきましたけれども、初めての模様ですのでね、そのあたりでどうかなっていうのはいつも心配しながら、なんとか動画にしています。では、今日使うものの話をしようかなと思います。まずは、はい、これ前回の動画で話しました。紙に書くまでの流れは前回の動画で話してます。こちらの元になる、模様ですね。それと、これはですね、A4 の紙に写方眼ですね。写方眼に書いて、で、それを工作用紙に貼り付けている状態になります。そして、下準備済みのさらしですね。このさらしの話は、下準備の話はまた後からしようかなと思います。そして、定規ですね。大体というか毎回50センチのものは必ず使っています。模様に応じて30センチだったり、このような短めの定規を準備しています。あと模様を描くペンになります。今回はメインの差し子する部分の模様はこちらの水色のペンで、これは水で消えるタイプのペンになっています。そして、ちょっと印をつけたいなっていうところは、こちらの、フリクションファインライナーを使っていこうと思います。あとその他に必要なのは、固定しますので重りですね。あと、これもですね、4つを留めていこうかなと思ってます。マスキングテープと、あとは、それを、マスキングテープをカットするカッターになります。ちなみにこれ私、はい、模様を描くときに使うマスキングテープは、この和柄、いかにも刺し子で刺せそうみたいなものを、好んで使っています。で、今回はたまたま同じです。これも今日刺し子する模様にやってます。はい。これをね、毎回使ってます。あとはそれくらいですかね。また、もしね、思い出すようなことがあったらその都度話そうかなと思っています。ここからはさらしの下準備したさらしの話になります。毎回模様を写すときはこの下準備の話していますので、聞いたことあるよっていう方は概要欄のチャプターを目安にショートカットしていただければと思います。はい、こちらが下準備済みのさらしです。なんか薄く透けちゃうのでこう外しますね、一旦。はい。はい、こちらが下準備済みのさらしになっています。私の仕立て方はもう決まってます。縫うところは一箇所だけ、ここだけになります。そして、さらしの元々のこの硬くなった部分を、ここの部分ですね。ここを利用して布巾にしています。ですので、それのいいところといえば、縫うところが少ないっていうことですね。こう、全部こう、閉じるわけではないので、ここだけですからね、縫ってるのはね。
そういう意味では、そういう手間はね、省けるんですけれども、その代わり、この幅の長さが固定されてしまうっていうところですね。で、私は、ちょっと測りますけれども、幅は34センチですね。多少数ミリの差はあって、34から34.5の幅の付近を好んで使っています。なので、実際に晒しを、差し子する部分に関しての幅は32センチ幅で作ることが多いです。今回のこちらの模様も、32ではないんですけれども、31ですね。ただね、縦は32になってます。で、もうちょっと見ていただきますと、一箇所ここだけ縫ってますね。ここだけ縫っていて、ひっくり返った状態で、5ミリの部分で印をつけて、そこの部分を縫い合わせてます。そして、あとはひっくり返してね、ここをしっかりアイロンでかけて、しっかり整えて、だいたい 34.5 かける 34.5。多少の誤差もあって 34×34 の時もあります。だいたいサイズはそれくらいになっています。で、以上が仕立ての話で、じゃあここからが実際ね、こちらに移していこうと思います。で、まずはですね、私は、どちらにしろというか毎回ですね、この模様だからっていうことではなくて、もう、どの模様においても、中心を測ります。例えば、ここの角からここの角にかけてのここの部分の中心ですね。それを全部4箇所取っていきます。そちらをこちらのペンでやっていこうと思います。光ってしまうので、見切れてしまうかもしれないです。この辺りでやればいいかな。この辺りでやればあんまり光らずに済むかもしれないですね。多少、フレームアウトしてしまうことがありますので、その点はどうぞご理解いただければと思います。そうだ。いつも私、角を取るときに必要な工作用紙があるので、持ってきますので少々お待ちください。はい、お待たせいたしました。工作用紙ですね。もう一つ私、いつも使っています、これ。これはただ私が四つ角を取るときだけに使っている工作用紙になります。今回は、そっか、31×31 と、幅が31で縦が32なんですよね。そこをちょっと考えながら点を打っていこうと思います。で、ここのポイントとなるのが、中心のところに点を打ちました。そこに今うっすら見えているかと思うんですけど、この十字線を合わせるってことですね。32だから、で、横幅が 31.5。違う、ごめんなさい。31だ。31だ。なので、これ通りではないんですよね。ちょっと点を打つところが甘かったので、こちらの紫のペンに
変えようかなと思います。ひっくり返しまして、反対側に打っていこうと思います。はい、これで角の目安が分かりましたので、今度は今点を打ったところを目印にしまして、こちらをセットしていこうと思います。大体の位置が決まりましたので、テープで固定していこうと思います。はい。これで線を引くまでの準備ができました。あとは、今うっすら線が見えていると思いますので、その線をこちらのペンで描いていこうと思います。流れとしましては、これ、ほんとざっくりな説明になるんですけども、手前3分の2くらいですね。この辺りをやって、で、それも、できるだけ同じ向きで降りてくるっていう感じですね。同じ向きで降りていって、で、この縦の線に関しては、後に90度ずつ回転していくので、横になった時に引いていこうと思います。あとは外枠も一番最後に引くことが多いです。ただここの縦に関しては引いちゃったりしますね。ここはね、引きやすいんですよ。こっちの縦は。こっちの縦は引きにくいので、これはいい角度になったら引いていこうと思います。なので、こちらの外枠、そして手前、このあたりをある程度引いていったら回転していきます。それは後々実際見ていただこうかなと思います。では、書いていきます。集中して線を引きたいので、ぎゅっと手前に引きます。フレームアウトしてしまうかと思います。ここの角度でやっちゃうと、ちょっと見えにくいんですよね。この細かい線が。なので、ちょっと下にずらしますので、そこだけはご了承いただければと思います。見えにくいですっていう感じになるかと思うんですけれども、どうしてもね、視線が上の方だとずれちゃうので、で、あと、ピーッと引いていくところはまだいいんですけど、こういうところって、繋がってはいるんだけれども、途中で開いたりするんですよね。こういうところは、そのあたりは、好き好きなんですけど、ちょっとポイントとなるところに、こうやって手を置いたりすることもあります。始まりと終わりの部分に点を引いてあげて、こういう感じで。ある程度手前の方まで来ちゃったら、そこまでしなくても見えやすくていいんですけど、そっちの方からこうやっていくと、ちょっとこのスタートの部分がぼやけてしまったりするので、そういう時だけ、ちょっとだけ点を打ってサポートしてあげてます。ここね、光っちゃうので、ほんとここ申し訳ないんですけれども。でここで、
さっき点を打ったところが少し目安になるので、見やすいかなとは思います。はい、今一列引けたので、このまま下ろします。あ、ちょっと指のところがかかってしまった。はい。失礼いたしました。これね、ちょうどね、光っちゃうんですよね。でもここまでしちゃうと見えなくなっちゃうから、ほんと申し訳ないんですけど。ずれる方が困っちゃうのでね。今、50センチの定規でずっとこう下に降りてきたんですけれども、ここの角の部分に関しては短くなってきましたので、定規の長さも変えて線を引いていこうと思います。はい。角まで行きました。ここのところから斜めをスタートして、定規でずっと降りてきました。で、ここの角のところまで来ました。で、ここまで来ましたので、こうなったら私は回転させてしまいます。90度回転します。くるっとね。そーっと回転して、で、ここまで来たら、またあとちょっとずらすかもしれませんけれども、一旦ここで固定します。で、一番最初の時は、この外枠、ここだけ線を引くなんて言って、ここの部分、あ、ごめんなさい。ここですね。ここの部分を引いたんですけれども、ここはね、引けるんですけれども、こっちですね。右側、今見ていただいている角度からすると右側、ここのラインは工作用紙がとの境目になっているので、あえてここは今は引かないです。ここは引かずに、3分の2くらい、まあ、少なくとも半分くらいですね、手前に降りてこようと思います。今回は横の線が引けますので、こういう場合は私は横から引いてます。こう上下を当てて、引いていって、で、あと降りていく。ということの繰り返しでやっていこうと思います。で、ここもわざとフレームアウトしてしまうと思います。見やすい位置で引いていこうと思います。はい、今どこまで行ったかと言いますと、この角度で横ラインですね。この辺りからずっと手前にこの横ラインを引いてきました。次は、この斜めのラインをこちらの左下の角に向かって線を引いていこうと思います。
はい。今、どこまで行ったかと言いますと、この斜めのこのラインを左下まで降りてきました。だいぶこの辺りがかけてきているかなと思います。では、また90度回転していきます。で、ここで縦になったので、この場合は私はここをね、引いちゃうんですよ。はい、この縦のラインを引きまして、で、この角度だと、この向きですね。この向きで左下まで降りていこうと思います。はい。今どこまで行ったのかと言いますと、この向きで、この斜めのラインを左下まで降りてきました。では、また回転しようと思います。はい。ここのところはまず横線から引いていこうと思います。横線を引いて、その後に、この斜めのラインを左下まで引いていこうと思います。はい。線を引き終わりましたので、角度を変えていこうと思います。はい。ここで一周しました。見ていただいての通り、もうだいぶかけてきてるんじゃないかなと思います。あとは、もしかして外してみたら抜けてるところあるかもしれませんので、その辺はその都度埋めていきまして、その後に、外枠ですね。まだ引き終わってないところありますので、最後そこを閉じて、そこまでいったら完成になります。もうすぐですね。はい。では工作用紙を外していこうと思います。はい。このような感じになっていまして、先ほど言った外枠を埋めていこうと思います。はい。外枠を引くことができました。
ということで、模様を描くところまで完成です。よかった。無事、刺し子が。刺し子というか、刺し子をまだやってない。模様を描くところまでできました。いやー、なかなか達成感ありますね。弾いてみての感想としては、模様を描くまで、模様を描くまでというのは、こちらにね、紙にね、模様を描くまでっていうのはなかなか大変だったんですけれども、写すことに関して言えば、だいぶパターンが決まっているので、弾きやすいなとは思いました。まずはね、この縦は縦。その、外枠から、向こうの外枠からこちらの外枠までをこう、一直線にこう弾ける箇所はあるし、あと、斜めもね、ところどころ、同じようにこう、ただまっすぐ弾けばいいっていうところもある。で、難しいのがやっぱりここのね、中身の部分ですよね。中のこの、ざっくり言えば Y の部分っていうんですかね。Y の部分の大元の部分。このあたりが、どうしても途切れ途切れになりますから、ここはただただ一直線に弾くだけではダメなんですよね。この軸になる部分はまっすぐでいいんですけど、その軸になる隣の部分ですね。ここはところどころこう空間がやっぱり必要で、でもそうなんですけど、それでもね、パターンが決まってるので、線が引きやすかった。斜めで言えば、2マス分引いて、2マス分開けて、2マス分引いて、2マス分開けて、これの繰り返しなんですよ。このリズムでずっとやっていく。これ縦に関しても同じなんですよね。2マス分引いて、2マス分開けて、引いて、開けて、引いて、開けて。このね、長さも同じなので、引く長さと開ける長さ。ここがね、同じで、そのパターンの繰り返しでこうやってやっていけるので、例えば、少し前に、今回は変わり毘沙門亀甲ですけれども、変わりライモンか。変わりライモンとかだと、迷路みたいに入り組んで、2マス分行くところもあれば、もっと5マス分行くところもあればっていう、こう、なんか規則性が非常に難しい、パターンが難しい模様もあるので、あっちの方がね、弾くとき大変だった。こっちは、写す分に関しては、今言ったようにこう、パターンがね、2マス引いたら2マス開けて、はい、また引いて、開けて、引いて、開けて、その感覚が同じだから、そういう意味ではね、やりやすかったですね。パターンが、だから私はそういう模様がね、いいんですよね。パターン決まってて、ある程度、一箇所のパターンがわかると、他も同じで、それが敷き詰められているっていうのがね、これなんかその典型例ですよね。こういう感じで、敷き詰められていて。なので、バランスとかそのあたりを考えたりとか、する大元のね、模様をビシッと決めるまでは大変だったんですけど、今回はまだ写すだけだったから良かったなと思いました。では、ここからは次回の話、刺し子糸の話ですね。どの糸で刺すのっていう。でもね、これね、もうね、決まってます。もう私、こう、イメージできてたもの。この糸だなって。糸の名前は正確には概要欄に書いておきます。こちらの紫の糸で刺し子していこうと思います。この色をなんで選んだのかっていうのは、もう決まっています。これに一番近い。これは前回の動画できっかけの部分で話したものですね。これを見たときに、だから角度的にはこれですね。この Y みたいな。Y が繋がってるみたいな感じですよね。これが、刺し子でできんじゃないって思ったのがきっかけで、
まあ、ここまでなんとか来たので、ってなると、やっぱりね、近い色を持ってきました。もうすぐね、私持ってた、こういう糸持ってたって思いついたので、今回はこちらの糸で差し越していこうと思います。まず良かったです。ここまでかけて良かったです。ということで今回は、変わり飛車紋亀甲の模様をさらしに移すまでの流れを動画にしてみました。次回からね、こちらの糸で差し越していきますので、引き続き見守っていただけたら嬉しいです。ということで本日の動画は以上となります。もしよろしければチャンネル登録や高評価をしていただきますと、このように動画にする励みになりますので、よろしくお願いいたします。最後まで見ていただいてありがとうございました。